はい、どうもこんにちは、シュール先輩と申します。本日はこのパンクワークショップブレイズ、こちらのマイクロスイッチを変更して打鍵感の違い、プレイのしやすさなどを比較していきたいと思います。こちら並んでおりますのは全部で9つのマイクロスイッチでございます。こちらがねデフォルトのマイクロスイッチになりますので、全部で新しく8つご用意しているような形となります。パンクワークショップのブレイズ、基板を外すことによってこの中のマイクロスイッチ変更できるような構造になっております。このマイクロスイッチをこれらのものに変えることで、どのような違いがね生まれるのか、確かめていきたいと思います。というわけでやってまいりましょう。まずはですね、今回ご用意したマイクロスイッチについて簡単に紹介していければと思います。こちらデフォルトで搭載されているフワノというメーカーのブラウンシェルイエロードット、こちらが同じくフワノというメーカーのブルーシェルブルードット、こちらも同じくフワノというメーカーのトランスペアレントホワイトドットというスイッチ、こちらがカイルというメーカーの GM4.0 というスイッチ、こちらもカイルの GM8.0 というスイッチ、こちらがカイルのソード GMX というスイッチ、こちらが TTC というメーカーの防塵のゴールドというスイッチ、こちらがジッピーというメーカーの DF3P1 というスイッチ、最後にちょっと見た目変わっていますが ZMA030 というスイッチでございます。ということでこちらの9つのスイッチの比較をしていきたいと思います。こちらパンクワークショップのブレイズのマイクロスイッチの交換の仕方でございますが、こちら基板のネジをですね H1.5 の六角のドライバーで外しまして、スイッチを外しまして交換したいスイッチを入れる。この時押される軸の部分が真ん中に来るようにはめ込みます。そしたらあとは組み直すだけでございます。はい、こちらでスイッチの交換ができました。これをですね順次交換していく必要があるわけでございますが、スイッチの3軸の先端を見てみると太さが違っていたりします。なので物によってはこの基板にすんなりとはまらない場合もございます。その場合はですね結構力ずくで作業していく必要があるので注意してやっていく必要がございます。またですねこちらの ZMA030 に関してはマイクロスイッチにこの何ていうんですか金属がくっついております。これはですね必要がないので取る必要がございます。こちらに関してはもうね無理くり取っちゃいますっていうか折っちゃいます。グイーッとやってこんな感じでね物理的にちょっと壊してちぎってしまいます。これのねうまい取り方がちょっと分かんなかったんですよね。でもこれでも機能的には全く問題がないので大丈夫かなというふうに思います。動作的にはねあんま影響ない。ここのちぎれてしまった部分、必要な場合はヤスリ掛けとかして鳴らしてあげるような形がよろしいかと思います。ということで順々にねはめていきたいと思います。こちら今ジッピー取り付けているんですけれども、かなり基板の穴の大きさと3軸の太さが合っていないような感じですので、ペンチで無理やりはめていきます。こんな感じでね、あまりグッてやっちゃうと基板が折れたりする可能性もあるので慎重に。全然はまんないんですよ。これ多分最悪外れなくなってしまう場合もあったりとかすると思うので、本当に自己責任で改造には挑むようにしてください。ゆっくりゆっくり入れ込みまして、なんとかはめることができました。頑張ればもう一回取れそうかな。ただ逆に軸が細いやつとかはスッカスカになってしまう可能性ありますね。やっぱり ZMA も力づくタイプですね。はい、というわけでマイクロスイッチ違いのパンクワークショップブレイズ全9種類が完成いたしました。右2つのねジッピーと ZMA030、 こちらに関しては軸の太さがどうやら太かったようで、基板の穴にですね入れるのに、力ずくでやる必要があったもの2つとなります。他はね逆にちょっと軸が細すぎてちゃんと動くのかどうか不安になるものも今ございますが、まずは打鍵音の比較していきたいというふうに思います。
はい、ということでこれらのスイッチをアケコンに搭載して動作確認と打鍵音打鍵感の確認やってまいりましょう。はい、搭載するのはこちらパンクワークショップレバーレス S でございます。こちらにね順々とはめ込んでまいりましょう。はい、ということでご覧のように、搭載させていただきました。ここのボタンがデフォルトのフワノのブラウンシェルイエロードット、上の8つに各スイッチを搭載しております。フワノのブルーシェルブルードット、フワノトランスペアレントホワイトドット、カエル 4.0、カエルソード GMX、カエル GM8.0、TTC 防塵のゴールド、GPZMA というような形で置いてあります。それでですね、今画面にコントローラーチェッカー表示させているんですけれども、結論から申し上げますと、カエルの GM4.0 および GM8.0、そして TTC の防塵のゴールド、こちらは基板との相性がよろしくないのか、スイッチ反応しづらい状況となっております。通常だとご覧のように該当の箇所が光るようになっているんですけど、 GM4.0 に関しては反応する時としない時があるみたいな感じですね。ここ右上の部分ご覧の通りな感じになっておりまして、 GM8.0 に関しては一切反応しない、 TTC の防塵ゴールドに関しても一切反応しないというような状況となっております。確かに基板に取り付ける時にこのマイクロスイッチの軸が結構細くてスルスルと入っていくような感触がございました。搭載はしやすいけどもちゃんと接点に触れていないみたいな状況が生まれているのかと思います。こちらを使用したい場合はハンダ付けをする必要があるかと思いますのでご注意いただくようにお願いいたします。ちなみにカエル2種類ダメでしたけども、カエルソード GMX に関してはちゃんと反応しております。では搭載した時の打鍵音比較していくこととしましょう。
はい、というわけでスイッチを交換したねファンクワークショップブレイズ、たくさんボタンカチカチとさせていただいたんですけれども、今回ね動作が、思うようにいかなかったカエル GM4.0、GM8.0、TTC の防塵ゴールド、これらに関してはちょっと感想を省かせていただこうと思うんですけれども、それ以外のものを全体表現するとこんな感じでございます。デフォルトのスイッチは静音タイプのものになっていますので、ちょっと判断軸からはずれてしまうようなものとなっておりますが、他のものに関してはカエルソード GMX が最もボタンカチカチとして重めで跳ね返りも強いといったようなものとなっております。時点でフワノのブルーシェルブルードットで似たような感じにはなるんですけども、フワノのトランスペアレントシェルホワイトドット GP、ZMA と続くようなものとなっております。なので ZMA が一番軽いようなものとなっているように感じました。ボタンの重さという点でデフォルトの軸を追加するとですね、カエルソード GMX の次にフワノのデフォルトのスイッチが来るような感じでございます。フワノのブルーシェルとトランスペアレントシェル、この2つに関してはですね、結構バランスが取れたスイッチになっているかなというふうに思いました。逆に言うと没個性みたいな感じにはなってしまうんですけれども、かなり安定感のあるスイッチになっているかなというふうに感じました。で、カエルソード GMX に関してはもうこれはかなり尖ってますね。もうかなり手に伝わる感覚もしっかりとしていて、跳ね返りも強くて、ボタンを押したぞっていう感覚がしっかりと手に伝わるものとなっているように感じました。で、ジッピーと ZMA、 この2つに関しては結構軽めのスイッチになっているかなというふうに感じました。 ZMA の方がより軽くて柔らかいような感覚になっているかと思います。軽さとボタンの明瞭感っていう点で言うと、ジッピーもかなりバランスが取れているかなというふうに感じました。最終的にね、どのスイッチを採用するかということについてでございますが、自分はね、移動とジャンプボタンに ZMA、 攻撃ボタンに GP 使ってみようかなというふうに思っております。デフォルト、先ほど申し上げた静音タイプでちょっと重めの、スイッチが使われておりますが、自分はね、カチカチと音のするタイプの方が好きというのと同時に、このフワノのデフォルトの軸ちょっと重いなというふうに感じておりました。なのでね、比較的軽く感じる ZMA と GP、 これを使ってみたいなというふうに考えているわけでございます。その ZMA と GP の2つの中でもですね、そんな大きな差はないんですけれども、 ZMA の方がより軽い、 GP の方が少し重いというような感じでございますので、タイミングとかをしっかりとね測りながら押していく攻撃ボタンにはちょっと重めの GP、 素早くねコマンドを入力していくような必要のある左手の移動ボタンには ZMA、これを使うことによって自分が今抱えている悩みといいますか、好みっていうのが再現されていくのではないかというふうに思っております。デフォルトの静音タイプのスイッチから音の鳴るタイプのスイッチに交換したい、でも何を選べばいいのかわからないという方にはですね、この結構バランスの取れているフワノのブルーシェルブルードットであったり、トランスペアレントシェルホワイトドット、これらをかなりお勧めできるかなというふうに思います。デフォルトのスイッチとメーカーが一緒ということもあって、加工もそこまで必要のないものとなっているのでお勧めしやすいかなというふうに思います。で、カエルのソード GMX、 本当にボタンをカチカチとさせたいという人に
にはかなり向いております。ワンチャンインパクトボタンとかの採用に向いているんじゃないのかと思うような明瞭感でございますので、この尖り具合はそれはそれで使い道があるんじゃないのかなというふうに思っております。はい、というわけで今回以上でございます。皆さんもねスイッチを交換しながら自分の好みに合う最高のボタンを作り上げてみてはいかがでしょうか。今回ね8分の3という結構な割合で動作思わしくないものも出てきてしまいました。そういったねものもありますので、いろんな情報を仕入れながら、もしくは自分で試していきながらスイッチの沼に使ってっていただければというふうに思います。この動画が良かったと思ってくださいましたら、チャンネル登録高評価いただけますと幸いでございます。またこのチャンネルやツイッチで生放送やっていたりもしますので遊びに来てください。ではまたお会いいたしましょう。じゃあねー。